こんにちは。インテリアコーディネーターのみちるです。我が家のお庭は東京都内にあるマンションの専用庭。小さなお庭を自分好みの空間にしようと、この春から庭作りに励んでいます。今回は我が家の半日陰エリアに取り掛かります。暖かくなると落葉樹のエゴノキの葉が生い茂り、つぼみもたくさんつき始めました。この木の下はこれから日陰になる部分が増えるエリア。隙間だらけのスペースを半日陰に向いた植物で彩っていこうと思います。植栽する際に今回心がけたことが2つあります。一つは異なる色調のグリーンの葉を組み合わせることです。半日陰でお花が咲く植物は貴重です。そのためリーフ植物が重要な役割を果たしてくれます。メリハリをつけるためにも黄緑色だったり斑入りのものだったり、いろいろな色調の葉を組み合わせるのが良いのかなと思いました。もう一つは葉の形に変化をつけることです。気がつくと小さい葉の植物を選んでしまいがちなんですよね。そこでヤブランの細長い葉やホスタ、シダなどの大きい葉を入れてみました。こちらは半日陰エリアの定番クリスマスローズです。3年前くらいに植えて放置していたんですが、本当に丈夫です。花が終わってもカラーリーフとして活躍してくれます。このスペースも明るい黄緑色に暗めの濃い緑など葉の色に様々なグリーンを取り入れています。また葉の形も似たようなものにならないように選んでみました。ここのスペースで存在感があるのはこのアジサイのスフレですね。斑入りの葉がとても華やかです。それとこのシダもアクセントになっています。こちらのホスタも3年ものですね。何という種類か忘れてしまいました。その他日陰で花を咲かせてくれるアジュガやティアレアを植えました。半日陰の花壇、最後のスペースになります。ここの主役はツワブキです。立ち上がるように広がる葉が他の植物にはない表情です。その下にはワイヤープランツを植えて明るさをプラスしました。今の季節はアジュガの花がとてもおしゃれです。そして我が家がこの家に引っ越してきた時にはもうすでに植えられていた10年以上もののアナベルさんです。
アナベルも本当に強いですよね。そうそう、今回サギゴケをいろいろな隙間に植えました。最強のグラウンドカバーというのを SNS で見て、これは植えるしかないなと思いました。この辺りはまだ空いてますね。とても暗いエリアなので、何を植えるかこれから考えたいです。木漏れ日が美しい半日陰のエリアはちょっと大げさかもしれないですけど、森の中を連想させますよね。これから暑くなる季節、眺めるだけで癒されそうです。